こんにちは。はい、絶賛今目変わり中だと思うんですけど、前からちょこちょこほぼノー案件でおすすめをご紹介しているので、今日もたくさんご紹介していこうと思います。まずベースからご紹介します。それこそ今落ち着いてきたけど、私が肌の治安がよろしくないけど、日焼け止め効果があってトーンアップしたいっていう時に使ってたのがこちらのダルバのベースのグリーン。これは歯科成分とかも入ってるので、ちょっと肌が荒れちゃってる時でも私は使いやすくて、今日もこの緑を使ってて、ずっと私はピンクとパープルが好きでよく使ってたんですけど、最近は緑が本当に大活躍してくれて助かってます。みずみずしいのにトーンアップしてくれて、やっぱダルバの下地は未だにかなり愛用しています。これはこの間も紹介したので軽めに紹介しました。でファンデーションがアバウトトーンのファンデーションですね。私最近これしか使ってないっていうぐらいしっかりメイクしたい日は必ずこのアバウトトーンのファンデーションを使ってて、ゲットレディ with me でも軽く登場してたんですけど、こちらのファンデーションはやばい。やっぱりカバー力がすごく高くて、薄いつけ心地なのにしっかりカバーしてくれて、これは本当にメイクを作り込みたい時とかめちゃくちゃ気に入って使ってます。スパチュラで伸ばして軽めにつけるか、クッションファンデの、私はバニラコのパフが結構好きなんですけど、これで厚塗り感が出ないような感じで一気にベタベタ塗らないで、一回手の甲とかに落としてからなじませたり使ってます。皮膚が厚めの方だったら逆にクッションファンデとかをたくさん塗ってもすっごく綺麗な仕上がりになると思うんですけど、私かなり肌が薄いんですよ。だからたくさん塗っちゃうとかなり厚塗り感が出ちゃうんですね。かつよれやすいから、おすすめとしては本当に薄く薄く塗ったりとか、一回手の甲でオフして使ったりとかしてます。あと筆で塗ったりで、あんまりそこまでカバー力がいらないなとか、そんなに作り込みたくはないけどツヤ感が欲しいって時におすすめなのがこちらのネーミングのクッションファンデなんですけど、これは私のお友達がおすすめしてくれて、なんとあんまりわかんないかもしれないけどプリキュアのコラボらしいです。パフこんな感じで、個人的には私はパフは丸よりも五角形とかちょっと角張った方が塗りやすいので違うパフを使って塗ったりしてるけど、これは本当にツヤ感が綺麗に出るし、私みたいに肌が薄いですって人とか乾燥肌の方にはかなりおすすめのクッションファンデで、ツヤ感が欲しい時は軽くさっきのアバウトトーンのファンデーションを塗ってから薄く上にこれを重ねたりとかして使ってます。ちょっと分かりにくいかもしれないけど分かりますかね。ツヤ感こんな感じでシワにもなりにくくて、やっぱり笑ったりするとほうれい線ができたりするじゃないですか。こうやってシワにしてもあんまり食い込まなくて、最近はこのネーミングもお気に入りだし、これのセミマットバージョンもあるので、ツヤがあんまり好きじゃない人はセミマットのこのクッションファンデもあるので、これもプリキュアコラボで、あとはやっぱツヤが好きだったらフィーですよね。こっちがネーミングでこっちがフィーなんですけど、やっぱ比べてみると断然フィーのが明るいです。これは00番なのでかなり明るめのトーンなんですけど、フィーは結構空張りもあったと思うのでもっと暗めの色もあります。でも個人的にはネーミングの方がよりちょっとナチュラル素肌っぽく綺麗に見えるし、もうちょっとカバー力が欲しいっていう人はフィーがおすすめです。私が実は昔からかなり使ってたのが、もうボロボロなんですけど、こちらのエチュードのニンフォーラボリューマーっていう、これはメイク下地なんですけど、もうこれかなり気に入ってずっと肌をツヤツヤに見せたい時とかメイクの時に仕込んだりとかしてて、ギフティングでもらったのかなんで家にあるのかがちょっと不明で、かなり伸びがいいのでほんとちょっと塗っただけでこの保湿力とツヤツヤ感が出るんですね。これおまけサイズじゃないですか。これ単体で売ってると思わなくて調べてすらもなかったんですけど、フィーとこちらを一緒に使うとツヤツヤになりますみたいなのを SNS でバズってるのを見かけて、私が持ってるこれともしかしたら一緒かもと思って頼んだら
なんと大きいバージョンも売ってるって知ってからこれも購入しました。大きいバージョンあるんだと思って、こんなに大きくても使い切れるかなぐらい本当に伸びがいいです。一気にツヤツヤになるんですよ。もともと脂性肌なんですっていう人とか、ちょっとツヤを使うとテカって見える人いると思うんですけど、もともとテカって見えちゃうっていう人にはあんまりおすすめしないけど、私はすごく好きで大きいバージョンも購入したぐらいかなり愛用しております。じゃあ次はチーク紹介するんですけど、私がブランドのモデルをさせていただいてるロンリーのセラムなんですけど、箱も取っておきたいぐらい可愛くて、ここがちょっとタグっぽくなってるんですよ、布の。ほんとロンリーはパッケージもめちゃくちゃ可愛いので、撮影中も使ってもらってすごく可愛かったので、パフも一緒についてくるので、ちなみにこれは別にロンリーの方に紹介してくださいって頼まれたわけではないけど、色もすごく可愛いしパッケージも可愛いので、ほんとちょっとつけたらかなり伸びてくれるし発色してくれるので、ちょっと青みっぽいピンクも好きなので、これのハイライトがあるんですけど、ここもラベルが貼ってあってすごい可愛いんですけど、ちょっと見せづらいんですけど、液体タイプのハイライトになってて、ラメがたくさん入ってて、クリームでもなくほんとちょっと液体っぽい新しいハイライトって感じで、ラメとか好きな人だったらかなりいいんじゃないかなと思います。あ、ゲットレディーウィズミーか何かで質問が多かったクリームチークがこちらのリリー・バイレットの12番ですね。これを使ったらそのクリームチークどこのですかって質問が多かったので今回選びました。色味がすごい可愛くて、なんか私やっぱチークもアイシャドウもミュートカラーが好きなので、くすんでる感じが結構タイプというか、この色味も可愛いし、イエベっぽいメイクとか秋っぽいメイクしたい時はこの11番12番よりもちょっとオレンジ味が入ってる感じです。でチークはこの間ちょっとメイク動画でも紹介したんですけど、やっぱり 2AN のチークの発色がめちゃくちゃ可愛かったので、最近はこの 2AN もよく使ってるし、ちょっとありすぎてテーブルがとんでもないことになってるんですけど、エスポアもすごく可愛くて、これこうやって動かすとチップとデールの絵が変わるっていうチークで、裏も可愛いんですよ。ちょっと CD みたいになってて、でこの顔になってるんですね。これ多分チップですよね。多分チップ。歯ないもんね。これもポワッとして愛らしいピンクなんですけど、これも若干くすみがかってるのでのせると本当に肌なじみもいいし、今日もこちらを使っております。難点としては使えば使うほどこの顔がなくなるので使いづらいところですかね。で今日使ってるこのアイシャドウがこちらのミュードのアイシャドウの6番。私本当にお気に入りのブランドのお仕事しか受けないので、違うカラーですけど、これもこの間動画で紹介しちゃったけど、私が前から愛用している5番のまた違ったカラーで、テイサイドっぽいカラーが私大好きなので、ブルベさんだったらこっちの6番がいいと思うし、イーベの方だったら本当に5番が可愛すぎるのでぜひ使ってほしいです。やっぱりアイシャドウはミュードが好きすぎて最近もたくさん使ってます。最近はミュードの2色のシェーディングもすごいお気に入りで、結構万人に使いやすいし、今日も私はこれでシェーディングをしたんですけど、濃い色と薄いカラーがあるから彫りを深く見せたいけど濃く見せたくないなっていう時に薄めの色を使うといいし、鼻のシェーディングとかしっかり影を入れたいってところはこの濃い色を入れたりとか混ぜて使ったりとか、結構使いやすくて色づきとかも私は好みだったので、これも最近お気に入りです。で私が今回紹介したかったこちらのホリカホリカの単体のアイシャドウのビーキッドっていう色なんですけど、これはモーブカラーで締め色とかにすっごくよくって、濃すぎず薄すぎず涙袋描く時とかにもいいし、これもご紹介したいなと思ってさっき9点で下調べしたら、公式だとこの色がもしかしたらなくって、違う公式じゃなかったら9点でも売ってたけど、でもこの色もすごく可愛いので今日も重ねて使ってます。なんだろう、ちょっとクールな感じに見えるのがすごくいいんですよね。強めのメイクしたいっていう人でもかなりいいし、愛らしいメイクをしたい時でも締
目色として使えるし、あとは唇の影をつける時とかにも良さそうなので一応ご紹介しました。グリッター好きさんにおすすめのラメライナーがあって、こちらの確かピュットっていうブランドなんですけど、このブランドはまだあんまり知られてないかもしれないんですけど、 TWICE とかを担当してらっしゃるダソム先生っていうメイクアップアーティストさんがいるんですけど、その人のブランドのラメライナーです。ちょっとギフティングでいただいてすごく可愛かったので、やっぱこのグリッターがこんな感じで、これは3番なんですけど、いろんなコンセプトメイクがあるけど、やっぱり韓国アイドルの方たちって目元がキラキラしてたりとか、ラメ感がザ韓国アイドルって感じが私はするので、そんな感じの目元にしたかったらほんとぴったりっていうグリッターです。めちゃくちゃ先端も細くて、こんな感じでかなり塗りやすくて、シリコンブラシなので拭けたりとかして衛生的だし、このブランドもすごく可愛かったです。でリップとかもあって、これは2番なんですけど、ちょっとヌーディーなピンクですね。この色もすごく可愛いし、でこれは透明なリップグロスなんですけど、こういうのを上に重ねるだけでもかなりウルチュルに見えて、しかも美味しそうな匂いする。こんな感じでチュルチュルになります。上に重ねるだけでどんなリップでもチュルチュルに見せてくれるから、これも可愛い。いろんなカラーのラメが入ってるので、動いた時にすっごいキラキラ可愛いんですよね。これもめちゃくちゃおすすめです。本当はそのリップがおすすめがまたありすぎるんですね。だからもうキリがないぐらいあるんですけど、見てください。これはアミューズのリップたちで、これが普通の大きさだとしたら、最近こういうミニサイズが多分韓国では流行ってて、ミニリップもすごく私的にありがたくて今回ご紹介するんですけど、コスパを考えると大きいのもいいなって思っちゃうけど、やっぱり私とかは2色使い毎回するんですね。薄いカラーをつけてから内側だけ濃くするとか、あといろんなメイクをするので、やっぱり大きいのだとかさばっちゃうし、出かけるにしても私は絶対2色は欲しいので、そういう人にはこのミニサイズおすすめです。やっぱポーチに何色も入れるとパンパンになっちゃうから、ベージュフィグとかも可愛いし、私こういうめちゃめちゃピンクみたいな色も好きで、これはピンクモモっていう色。ソウルガールも可愛いし、これも可愛いんですよ。これは東京モモっていうカラーで、私も大好きなちょっとベージュっぽいリップなんですよね。なんか撮ったらアプリで加工したぐらい唇赤くなっちゃった。東京モモはこんな感じの色味。アミューズは本当にカラバリがいっぱいあるし、こういうコスメキーリングみたいなのも流行っててキャッチーですよね。あと秋冬におすすめなのが、ちょっとさっきのティントが残ってて東京モモの色が分かりづらかったかも。 AOU も最近はミニタイプが出て、これはマットタイプの4番なんですけど、唇の色を消す時とかによくて、こんな感じでなんかマットなんですけど、なんかパサパサしないのが良くて、マットのやつって唇がガサガサになったりするじゃないですか。でもこれはかなり塗りやすくて、なんか若干スフレっぽいというか、この AOU がほんとどの色も可愛くて、秋にぴったりなくすみカラーがたくさんあって、 AOU もめちゃくちゃ好きですね。ミニなので何色も集めたくなるし、やっぱコンパクトでいいですよね。でやっぱり私が好きなのはこの 2AN の16番なんですけど、これはちょっと動画でこの間紹介しちゃったからちょっと紹介するの迷ったけど、やっぱこれが本当に私大好きで、この色が薄すぎず濃すぎず私は大好きで、ちょっとティントが残っちゃってて若干赤っぽくなってるんですけど、本当にこの 2AN の新しいシリーズが本当にアイシャドウとかも可愛いので、ぜひ最近アップした動画を参考にしてみてくださいっていうぐらい可愛いですね、色味が。最近本当にこれもお気に入りだし、パケ買いしたい人とかにもすごくおすすめなのがネーミングのリップティントなんですけど、これもプリキュアコラボで、これ通常は白いんですけど、このコラボはパッケージがピンクで、なんだろう、バルーンみたいな
ハート、これすっごい可愛いんですよ。とにかく愛らしい見た目。ちょっとこのピュッとのさっきのリップが飲み会ティントって言われてるぐらい本当に発色が残っちゃってて、逆に他のリップが紹介できないぐらい色残ってる。これもすごい色味可愛くて、ちょっと白身っぽいピンクでネーミングも可愛いし、イーザー&のリップもめちゃくちゃ好きなんですけど、これは2番の東京ブロッサムっていう色で、ピンクなんですけどちょっとベージュっぽさもあったりとか、この1番も可愛いし、6番が赤リップなんですけど真っ赤っていう感じじゃなくて、ちょっとダークなチェリーレッドみたいな色で、これも唇の内側とかになったらすごく可愛いです。ちょっと最後におまけだけ紹介しますね。こちらのホイップドのヘアパフューム、なんかこれは私が韓国行った時におすすめされたこのボディスクラブと一緒のブランドなんですけど、見た目は本当にジャムみたいな感じです。このボディスクラブも私は結構お気に入りでたまに使ってて、洗い上がりも結構ずっと体がいい匂いするので、デートの時とかぜひおすすめなんですけど、これはヘアパフュームなんですけどキーリングもついてるのでカバンとかにもつけれるっていう新しいヘアパフュームです。こんな感じでつけるんですけど、なんだろう、なんかこんなこと言っていいかわからないし、分かってくれる人少ないかもしれないけど、ちょっとロエベっぽい匂いというか、ウッディな感じとイチジクの甘い匂いが合わさった香り。こうヘアパフュームなので多分香りがメインだからか、そんなめちゃくちゃ髪の毛をケアしてくれる感じはないけど、見た目も可愛いのでご紹介させていただきました。これはちょっと好き嫌い分かれちゃいそうだけど、うちのスクラブは本当におすすめです。そんな感じでもうざっと紹介しちゃったので、ちょっと雑なところはあったと思うんですけど、何か参考になれば嬉しいです。では最後まで見てくださった方ありがとうございました。